いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は桔梗朝の葉の刺し子付近を制作していきます。こちらの模様に入りまして、今回で3回目の動画になります。よろしくお願いいたします。では、こちらの付近を作っていくんですけれども、振り返りからしていきますね。1回目の動画では、まずは模様を紙に描くところまでですね。こちらなんですけれども、この紙に、書くまでの流れをお話しさせていただきました。2回目の動画では、こちらの、模様を貼った工作用紙から、仕立て済みのさらしに、今もうここに水色の線が引いてあるんですけれども、この線をね、ひたすら引いていくっていう動画を撮っていきました。で、その後今回が3回目になります。今回から刺し子に入っていきます。で、前回その模様を描き終わって、ここまでの進捗になりますと、外枠をですね、ぐるっと一周いたしました。外枠は、ここからですね、ここから始まってぐるっと、こっちだ。こっちに行ったんだな。はい。で、ぐるーっと一周して、まずここまで来ましたね。針目は、このような感じになっています。裏から見ていただきますと、このような感じですね。こういう感じで、4つですね。こうぐるっと一周しまして、で、今、もう刺し始めのところだけ少しやっています。ここからね、やり始めようかなと思っていますので、以上が、まずは振り返りと、あと、その動画を撮り終わってから、今までの進捗ですね。こちらをお話しさせていただきました。ここからは刺し子糸の話になります。パッケージ、少々お待ちください。今回ね、こちらのパッケージのこの模様ですね。これをね、刺し子付近にしようかなと思っていて、私が持っている糸の中で似た色っていうことで、今回こちらにしてみました。ブルーの糸になるんですけれども、こちらですね。風巻きになっているのを、もうぐるぐるぐるっとこういう風に丸めていまして、オリブパスさんの118番の糸になります。ブルーですね。ブルーの糸になります。こちらで今回刺し子していこうと思います。で、刺すルートの話をしようかなと思うのですが、もうすでにね、ここから言ってますので、最初はもうとにかく、こちら側の外枠から反対側の外枠まで途切れることなく進めるところ、そこを優先にやっていこうと思っています。ですので今、こちらをこう進んでいますので、ここからこう進んでいって、反対の外枠までこう行きますね。行ったら、ここ、あえてね、ここの直線選んだのは、次、斜めですね。どっちでもいいんですけれども、ここから反対の外枠まで来たら、すぐ道なりに進めるんですよね。で、例えばこちら側に来たら、また、その反対の外枠まで途切れることなく進んで、で、ここまで来たら、同じように、また途切れることなく進めるってなると、ここなんですよね。ここのラインを今度はね、こっちに。多少ここで、外枠のところかかるんですけれども、1センチぐらいですのでね、ここすぐ行けるので、そしたら、今度、流れに沿ってね、この斜めをずっと、反対の外枠まで進んでいくと。で、それが、この糸が、これ両手2回分で今取って、針に通してるんですけれども、
この糸がなくなるまで今のように突き当たりを斜めなりまっすぐなり進めるところぐーっといって、この糸がなくなるところまで、やっていこうかなと思っています。まずはね、そこからですね、その途切れることなく、手前の外枠から反対の外枠まで、行けるところを全部埋めていくっていうことですね。で、そこまで埋めることができたら、まあその先はやりながら話していこうとは思うんですけど、このね、中の部分ですよね。例えば今ここがこう三角形になってるとして、この三角形の部分は直線部分をやっていくと埋まっていくんですよ。で、この三角形の中の部分ですね。ここね。とにかくこの中をね、三角形の中をあと埋めていくんですけれども、まあこれをね、どうやっていくかっていうところ、なんとなく今イメージはしてるんですけれども、そのあたりは、はい、進んでいく中で話していこうと思います。まあ、とにかく今はね、途切れることなく、わかりやすく進めるところを埋めていこうと思っています。はい、以上がルートの話で、ここから針目の話していきますね。もうすでにね、ここ少し進めてますので、まあ、なんとなくこう、自分の運針の感覚、あとは糸の太さ、でこのあたりのバランスをですね、考えたときに、私は、今回の模様はですね、例えばここからここまで、まあ、例えばここにしましょうか。ここからここまでの間に何目入れるって決めがちさんですね。模様によって決めたり決めなかったりっていうのはあります。で、まあ私この模様を見たときに、これはなんとなくね、パターンを決めたいなって思いましたので、じゃあ何目入れようかなっていうところの選択になってくるんですけど、今はちなみに6目入ってます。ここからここまでね。で、まあなんか刺してみて、このペースでいいんじゃないかなと。もうちょっと幅が広かったら、8目とか入れたかもしれないですね。はい。ちょっと悩んだんですけどね、この長さで8目入れることももちろんできるので、細かくね、それだけ細かくやればできるので、っていうのも考えたんですけど、まあ今んとこ3ですね。前半3目、後半3目の6目を入れていく。で、ここを6目と決めると、まあもちろんここもそうだし、ここもそうだし、あとは、後に斜めに行ったここですね。例えばここのラインだったら、ここからここも6目。ここからここも6目。長さ同じなので、それが決まってくるので、その時その時で決めるっていうよりはもう、パターンが決まってるんですよね、これね。ここの長さ同じだから。だからここだけ決めてあげれば、あとはもうそれに準じてやっていけばいいですので、はい。ひたすらそれを繰り返すっていう感じになります。まあ、以上が針目の話ですね。まあ、さっき言ったこの三角形の中身に関してはまたね、実際に差し子するときに、針目の話も、そこの部分はね、おいおいやっていこうかなと思います。では、ここから実際に差し子していきます。まあ、ここは、反対の外枠まで、淡々と道なりに進んでいくだけですので、で、途切れることもないですからね。さらしとさらしの間に糸を通すっていうところもないので、もうひたすら、さっき言った針目のバランスで入れることを考えつつ、やっていく感じですね。で、今一区画やりました。次二区画目いくんですけど、まずは前半3目入れました。ここからここね。ここからここ。で、ここは3目入れるんですけど、なんとなく、ここのね、縦ラインですね。ここに点は特に打ってないですけれども、ここ以外の模様のこう入り方を見て、
ここの中心点っていうのは、ここの今、縦がこう通ってる、ここに当たるんですよね。で、ここはね、途切れてますけど、なんとなくここの線を見て、あ、この辺りだな、みたいな感じをね、この他の模様線から推測できる、だいたいこの辺りが中心になるっていうのがこう見えてくるので、そこを中心に来るように前半3目、後半3目、今入れました。そして、今通ってるところですね。ここが一番線が重なるところになるので、ここの張り目のバランスですね。これがね、うまくいくといいなぁと思いながら通過しました。で、一旦ここで糸を引いてあげまして、まだ今、このね、糸の部分が長いので、私は今、針を持つ反対の手、左手ですね。ここで少しね、親指でこの辺りをこう、押さえてあげて、できるだけこう、絡まるのを予防するために、慎重に、そして引きました。で、少し残ってるんですけれども、少し残した状態でこう、一旦こう引っ張ってみて、残りのね、ここまだゆとりがありますので、この分をこう慎重にね、ギュンとは引きすぎないように、様子を見て引いていって、この直線の、布と糸がこう、いい塩梅で馴染むとこですね。それを慎重に引いてあげて、あとは糸こきをしてあげて、なるべくこう窮屈にならないように気にかけながら刺し子をしています。こういうところの、とにかく一回一回やることにね、なるべくこう馴染むように刺していって、それがね、寄せ集まって、こう完成して広げた時に、できるだけこう、シュッとシュッとした感じに仕上がるといいなというのをこうイメージしながら針を進めています。でもあとは今言った流れを淡々と繰り返すという感じですね。でこう今ねこう針入れてあげて、この針のね入れ始めのところがね曲がりがちですよね、やっぱりね。一回、どこかでは一回糸を抜いて、で、調子を整えて、そしてまた新たに、糸を、針を布に通して、みたいな、その繰り返しなんですけど、その針を入れ直すとき、もしくは、針を抜くときの最後のこの針目のところですよね。それどこかっていうと、例えば今ここを、交点を越えて、はい、今下から上にこう入れてあげた。この最後のここの部分が私、油断しがち、曲がりがちなんですよね。なので、こう、あたかもまだ行くよっていうまっすぐ行くぞっていうイメージのまま最後の一目を入れてあげて、それで抜くと。自分がこう差し越してどういう張り目かな、どういう傾向があるかな、自分ってここのところ最後油断しがちだなとかね、そういうのを自分が刺した張り目を見て確認して、で、ここはこう改善の余地ありみたいなねところがあったら、そこをね次からは気をつけて針を進めていく。で、それを繰り返すことによって
自分が納得できる針目に近づくのではないかと思いながら、刺し子をしています。はい。では、また同じ繰り返しなのですが、さっきも言ったように、ここで新たにこう入れてあげるから、この時に、ね、こう入れてあげるところがこうずれてしまうと、なんかここでね、こう来た流れがちょっとで微妙にずれますので、そこをなるべくこう、一体感、あたかも、ずっと刺してましたよ、みたいな風に見えるように、針を進めるのを少しね、意識してあげています。はい。では、そうですね。今回は、その反対の外枠まで行って、曲がるところまでね、行きますね。ここで最後の針目がこう入って、じゃあ裏でね、抜きますね。で、こう抜いてあげて、ここのね、最後ね、ここのところを、ちょっと一呼吸置いて、ここから、こう針目の様子を見ながら、糸を引いてあげて、ここから徐々に微調整ですね。最後の微調整かけて、はい。で、あまりこう、きつすぎず、ゆるすぎず、で、こう、糸呼吸をしてあげて、なるべく、まっすぐね、糸と布が馴染んでくれるようにと思いながら、はい、ここの直線を刺し子しました。裏から見ると、このような感じですね。こういう感じで、はい、刺し子することができました。では、ここまで来ましたので、次ね、進めるところまで、なるべくつないでいきたいので、まだね、こう糸が余ってますので、この糸がなくなるまで進めるところまで行きたいので、じゃあ今回は、さっき言ったルートにしましょうか。はい。裏で最後一目を入れてあげまして、斜めにここから入っていきますね。斜め。に今、方向を斜めの方向に行きました。はい、ここからですね、ここ6目でやりましたので、ここも同じようにやっていきます。前半3目、後半3目。はい、前半3目。で、前半3目入れたんですけど、ここの、こう、3目、3目にする、ここの中心。これは、ここですね。ここの斜めのこの延長線上が、ここの中心点だなっていうのをこうイメージして、で、こっち3目、後半3目ですね。では、一旦ここでちょっと糸を整えますか。はい、ここも同じように一呼吸置いて、ここがまだね、残ってますので、ここを引いてあげる。こういう感じですね。こう糸が走っていて、ここからクッと曲がるんですよね。なので、ここを引きたくないところは、私この針を持ってる右手で押さえて、で、ここをキュッと引いてあげて、キュッキュッとイメージいくようにやってみました。はい。
少々お待ちくださいね。これ今の針目じゃだいぶバランスが悪かったので入れ直して、後半3目入れて、今交点のところを通りました。そして、ここからも同じ繰り返しなんですよね。前半3目、後半3目。これもバランスがちょっといまいち。ちょっと待ってくださいね。今、手元に集中できてなかったな。こんな感じですかね。はい、前半3目、後半3目で入れてあげたので、引いてあげて、ここももう繰り返しです。この部分をキュッと引いてあげて、こういう感じですね。で、ここまで行くと。はい、6目入りました。そっか、次のところが、ここが途切れてるから、必ずしもここ全部6目入れるっていうわけじゃないんですよね。そっかそっか。ちょっとお待ちくださいね。これにね、立ち戻って、3目、2目。だから5目かな。はい。前半の3目は変わらずですね。で、ここで2目入れてあげて、バランス的にどうかな。はい。ここでまず一旦ね、糸の調子を整えますね。はい、こういう感じで、ここをですね、1センチぐらい外枠かかるところ行きますね。で、こうですね。ここも糸の流れを意識して、で、今ここから出ているので、この針目のパターンと同じようなパターンで進めていきます。まず、中心のところまでの間に2目入るようにして、で、ここが中心点になるので、そこから後半3目入れてあげる。そうすると交点にかかっていくので、一旦ここで抜いてあげる。はい、ここも糸の流れをイメージして押さえて引くっていう感じですかね。はい。じゃあ今日はここまでにしますね。じゃあ今日
差し越した部分を全体的に見ていただきますと、はい、このような、ギリギリ映るかな。はい。ここ少しね、ここ差し越してましたので、この先から反対の外枠まで進みまして、ここでキュッと曲がって、まだ糸が残ってますので、道なりに行けるところまで行って、ここをさらしとさらしの間に糸を通す。ここですね、1センチくらい。そして今度この道なりですね。に少し入りまして、まだ糸が残っていますので、こちら側から反対の外枠ですね。ここまでですね。ここまでのルートをこうひたすらこの向きで進めていく。で、突き当たりまで来ましたら、次どこ行けるかなと。ここを外枠かかったら、ここ行けるなと。で、ここまで来たら、どうしましょうね。こっち行ってもいいですし、こっち行ってもいいですし、そのあたりはね、ここの進み具合によって、ルートはまた考えようかなと思っています。ただ、とにかく、外枠から外枠まで、ひたすら途切れることなく行けるところを、もう今は埋めていくと。それをできるだけ、このペースでね、繰り返していく。そうすると、とにかく直線のところが埋まっていきますのでね。はい。そこからは少し私も進めまして、続きをやっていこうと思っています。はい。ということで、今回は、桔梗朝の葉の3回目の動画としまして、今回から刺し子に入っていって、先ほど言ったルートを刺してみました。ルートと、あとは、針目のパターンですね。そのあたりをお話ししながら、刺し子を進めていきました。もう次回は、もうひたすらこれの続きですね。そうですね。まだ次回あたりもまだ直線のところやってるんじゃないかなと。ただ、次回の、4回目の動画では、もっとね、糸が通ってるんじゃないかなと思います。だいぶ進んだなっていうところを、見ていただきたいなと思っています。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。